こ利尻島は日本最北にあって緯度が高いので、利尻山の森林限界が標高400メートルぐらいでやってくるんですけど、高山植物もすごく高いところまで上がらなくても見ることができて、登りながら海を感じられるというか、もう振り返れば一面海が見える、そういったところが島ならではで他ではないなっていう。春は早々にね、咲くお花と残雪と両方楽しめるというところ。夏になってくると春のお花と夏のお花が両方いっぺんにもう賑やかな時期になるんですけど、今日みたいにちょっとガスが立ち込めたり晴れたりっていう景色が見えないことも多々あるんですよね。けどお花が楽しめる。で秋になってくると景色がクリアになってくるんですよね。今度空気が冷えてきてお花は終盤にはなってくるんですけど、手売ヤギシリ島だったりあっちでサハリンの方だったり遠くまで見渡せるような、お花がメインで来るのか景色がメインで来るのかっていうところで、本当にその時その時の楽しみ方ができます。利尻山は火山、もともとは火山でできている山っていうところがあるので、人が踏むことで崩れやすいんですよね。一度崩れたところに植物が再生するっていうのには何十年もかかってしまうんですよ。利尻には氷河期からずっと命をつないできた美しい花や植物たちが本当にたくさんあるので、そういったね、命をつないでいくためにも、触らないでくださいねとか、あと必ず登山道外れないでねというところは伝えてますね。火山でできた山っていうのはとても隙間が多いので水が染み込みやすいんですよね。雨水だったり雪解け水だったりがずっとろ過されてで20年30年経ってようやく美味しいお水として流れているわけなんです。シダ植物だとか苔とかが多かったのは見た目は乾いているけどすごく水が含んでいる証拠というか、本当にね、この利尻山自体は水の貯蔵庫になっているんですよね。でそういったね、湧き水が目に見えているところだけじゃなくて海からも湧き出ているわけなんですよ。それをもう養分として吸っている昆布たちがとっても美味しくなって、その美味しい昆布を食べている海がさらに甘くて美味しくなって、でそういうね、山から海への恵みっていう、そういう循環してるんですよね。島にいるけど地球を感じられるみたいな、すごいそういったところが素晴らしいなと思ってます。はい、お願いします。利尻北の海っていうと結構荒々しくて風が吹いて白波が立ってるっていうイメージが、思い浮かぶ人がほとんどだと思うんですけど、実際そういう日も結構あったりはするんですけど、次の日とかになるといきなり風が止んで、もう鏡面のような鏡のような水面になる時もあります。夏だとそういう時にはウニ漁があったり昆布の漁があったりする中で、自分たちもそこの中でサップツアーをさせていただいていて、その時に見る景色、そこから海面から見る利尻山、透明度もすごい高いので10メーターそこまで見える透明度の高さ、その中に浮かんでサップツアーをしてるっていうのが醍醐味だったりしますし、あとはそのサンセット、夕日がエネルギーが溢れてて、それが利尻の海辺の魅力の一つだと思いますね。利尻ならではだなっていうのが、やっぱ高山有してる利尻島っていうところがやっぱね、利尻山っていう魅力があって、山と海のこの距離の近さ、もう山に登った後すぐ海に行けたりもするし、もう逆もそうだし、でやっぱ山と海が密接な関係にあるからこそ生まれる水の循環とか、この循環が、このサイクルがすごい魅力だなと思っていて、で、最後に必ず伝えるのは、
その循環の中に人間で途絶えないで、ちゃんと人間もその先に自然に返してつながって、でちゃんと円になって循環していこうっていうところの意識、考え方っていうところは伝えるようにしてますね。いつも自然の中に入って遊ばせてもらってるので、今日も安全に遊ばせてくれてありがとうございますっていう感謝の気持ちと、サップツアーしながら必ず五感を研ぎ澄まして風を読んだり潮を読んだり、そういう変化を感じながら常にツアーをしていて、自然の中に身を置くことで心が豊かになる感覚っていうのは結構常日頃感じていて、というので僕ら自身も心が豊かになっていくので、お客さんにもそういうのを楽しいという入り口で気づいてもらえて、それを感じて自分たちの地元に帰った時に自然に目を向けてくれる人が増えていけばいいなと思ってます。利尻島には森とか湿原とか海、山があって、一つ一つはとても小さいんですけども、さまざまな環境が一つの島の中にギュッと収められている、そんなところに惹かれてガイドを始めました。一番のメインは自然観察とか、トレッキングとか自然を楽しむことなんですけれども、そこに加えて島の人たちの暮らしの様子ですとか、あるいは産業だとか文化だとか、そういったもの、島を丸ごとご案内をさせていただいております。朝早い時間ですとウニ漁の様子や、そして昆布を取っている風景だとか、昆布を干している様子、日中だと今度乾いた昆布を島の人たちが集める様子を見ることができます。利尻島の海産物がどうやって取られているのかが間近で感じられると思います。今の利尻島の元になるのは、幕末から明治時代にかけて、豊富な水産物を求めて各地から集まった人たちで、水産物でも中でもとりわけニシンが当時はたくさん取れていまして、今でもその当時使っていた袋間などの施設が島内各地に残っていまして、漁業遺産というのも見ることができますね。青森や秋田など東北、北陸からの移住者たちによって作られている島ですので、その各地のお祭りですとか文化、麒麟獅子舞だとか、そういったものが今でも島の人々たちに受け継がれています。よくいただく質問なんですけれども、利尻島のどこがっていうだけじゃなくて、春夏秋冬いつもおすすめです。ぜひいろんな季節訪ねていただいて、それぞれの島の楽しさ、良さを見つけていただけたら嬉しいです。